アニメ化。虹色の光とともに消え去った2人の英雄。そのうちの1人、アムロ・レイが最後に乗った機体は意外な遺産を生み出そうとしていた。量産型ニューガンダム、型式番号 RX94、 メカニックデザイン企画、ミッシングモビルスーツバリエーションに登場。シャアの反乱を戦い抜いたニューガンダム。アナハイムエレクトロニクスとアムロがタッグを組み、全てのガンダムの平均値となるスペックを目指して開発されたこの機体は、高水準の機動性や火力、優れた操作性を誇り、さらにメンテナンスまで容易に行いやすい構造であるなど、初代ガンダム以来の安定した運用が行える理想のモビルスーツといえるものであった。そこにシャアが横流ししたサイコフレームや、主役ガンダムでは初の遠隔誘導端末であるフィンファンネルを携えて戦うその勇姿は、アムロ曰くまさに伊達ではないと言わんばかりの活躍を残し、そして彼と共に消えていった。しかしニューガンダムはその開発許可を連邦から得るために量産化しやすい構造で作られており、残された設計は新たなニューの可能性を生み出していたという。それが量産機屈指の破格性能でありながらも、時代という最大の敵に襲われることになる機体、量産型ニューガンダムである。本機はシャアの反乱が万が一長期化していた時の対策として、新生ネオジオンのニュータイプ専用機の対抗馬としてアナハイムが引き続き開発していた機体である。その特徴として、装甲材はガンダリウム合金。一説では全身のパーツをユニット化することで生産性を向上させているのだが、特筆すべきは量産型にもかかわらず、パイロットの脳波の増幅から怪現象まで引き起こす構造材であるサイコフレームを搭載しているという破格設計になっている点である。その上で基本性能はニューガンダムの8割くらいになると言われており、出力は 2500kW、 推力は 91,000kg と、この当時の連邦の主力機であるジェガンを大幅に超え、後に生まれるジェスタに若干劣る程度のかなりの優秀機であった。そのため基本はエースパイロット向けの少数生産を予定した量産機であったようだが、本機はさらにニューガンダムとは違う長所を持ち合わせている。それが背面のバックパックの左右にあるオプション武装の換装機構で、目的に応じた武装を付け替えられるようになっている点である。付けられる武装は3種類。一つはニュータイプでなくともファンネルに近い攻撃を展開できるインコムと、ビームサーベル兼ビームキャノンがセットになったユニット。もう一つはニューガンダムではおなじみのフィンファンネルユニット。最後の一つはニューガンダムと同様のビームサーベルラックで、主にフィンファンネルユニットを装備する際に空いた片側に装備するようである。これによりオールドタイプが扱う通常機としてはもちろん、ニュータイプ専用機として運用することも可能な2つの顔を持つ機体になったのである。一方でフィンファンネルに関しては、ニューガンダムに搭載された時点では急遽用意されたものであったため、運用データなど参考にできるものがほとんどなく、そのままつけるのは正直ギャンブルに近い状態であった。それもあってか最近の設定では新たな解釈が生まれており、本機に搭載する前にそのデータ収集用の機体として何やら UFO が墜落してそうな名称ではあるが、ロズウェル・ジェガンという機体を先に完成させていたという説が生まれている。そしてそのロズウェル・ジェガンでフィンファンネルを実用化するためのデータを収集した上で本機に搭載するという経緯になっていたらしい。武装に関しては今のオプション武装に加え、基本武装を充実しているため火力はかなり高めになっており、頭部バルカンが2門、ベース機と同様のビームライフルやビームキャノンとミサイル付きのシールド、媒体によっては形状的にベース機と同じものと思われるハイパーバズーカ、ビームサーベルに関しては臀部に通常のものを1本、オプション次第でビームサーベル兼ビームキャノンを2本まで装備できるようである。また左前腕部にはビームスプレーガンを装備している。そして2種類のオールレンジ攻撃が可能な武装として、先ほどのインコムと高火力のフィンファンネルを備えた武装構成になっている。
こうしてニューガンダムの8割の性能とサイコフレーム、換装可能なサイコミ兵装といった量産機としては破格の性能を持つことになった本機の開発が進んだことで、たとえシャアの反乱が長期化し、薬都動画などのニュータイプ専用機が量産化されようとも、連邦がやられないための土台が完成したのである。しかし現実はご存知の通り、シャアの反乱の終盤に起きたアクシズショックによってあっさりと終結。新生ネオジオンは残党勢力となり、大きな脅威ではなくなったことが影響して、連邦は軍備に使う予算を大幅に削減。安値で作れる量産機のジェガンですが、新たなバリエーションの開発など簡単にはできず、装備を換装することで新しい仕様を作るといった工夫が必要な軍縮の時代へと突入したのである。そんな中で、ニューガンダムの量産型を作ろうと思います。めっちゃコスト高いですけど。なんて話が当然通るはずはなく、何たる不遇か、本機はそのまま開発計画が凍結してしまったのであった。しかし一方でアナハイムは1機くらいは作っておきたかったようで、おそらく連邦から予算が出てない可能性が高そうだが、宇宙世紀0094に本機を1機だけ完成させており、月で試験運用を行っているところが目撃されていたようである。そしてそれは今考えると、アナハイムによるサイコフレームにまつわる黒い話の始まりだったのかもしれない。本機の設計は新たに連邦とアナハイムが企てたサイコフレームの実験機を生み出すことになるのである。ガンダム G ファースト漫画、機動戦士ガンダム UC0096 ラスト3に登場。本機の設計をもとに原型をとどめないほどの機体として完成した主役機である。コクピット周りが変更されて、腹部側面から脱出ポットが露出するといった斬新すぎる設計になっている一方で、この時代の技術的な賜物か、脱出ポット自体の強度を大気圏突入ができるくらいに高くしたことで問題ない状態にしているらしい。さらに両肩、両膝、腰部にビームサーベルを装備しており、それを一斉に発進することもできるため、その姿は対峙した残党兵曰くハリネズミと呼ばれるようなものであった。凶悪な接近戦能力と意外と堅牢な防御力、加えて推進力や出力も向上しているが、本機と違ってインコムやフィンファンネルはなく、実はサイコフレームも未搭載。攻撃手段はむしろ少なくなったという状態であった。しかし G ファーストの真骨頂はここからで、サイコフレームは同じシリーズの機体として開発された GF タンクという機体に組み込まれており、リガズイのバックウェポンシステムの技術を応用して同機と合体。新たな形態である G ファーストリアルトランシェンドになることで、サイコフレームの恩恵を受けられるようになっているのである。そしてこの形態でサイコフレームの力が発動すると、ブレードアンテナが発光。それに伴い出力が爆上がりして、これまでの本機どころの性能ではなくなるのだが、そのまま放っておくと機体が自爆してしまうという大きなリスクまで背負ってしまったりと、サイコフレームの能力をいい意味でも悪い意味でも引き出した機体となっていた。そのため劇中ではとっさに全ビームサーベルを発進し、余ったエネルギーを放出することでようやく真の力を発揮。その強大な力は強制的に望まない機能をつけられていた。ユニコーンガンダム3号機フェネクスに力勝ちし、ナイトロシステムをめぐる戦いの終止符に一役買うほどであった。こうして本機は結局量産化も果たされず、一度は消えてしまったものの、試作機としてはサイコフレームの戦闘能力の発展に大きく関わり貢献をしてきた機体だったのであった。余談。2024年9月に予約が開始され、来年の3月に発送が予定されているメタルロボット魂版ニューガンダムフィンファンネル装備は、フィンファンネルの接続バランスを変えたダブルフィンファンネル仕様にすることが可能になっている。さらには以前販売されたインコム仕様のユニットに追加パーツとフィンファンネルを装着することで、ハイニューガンダムのような仕様にもできるといったオリジナル要素がかなり加えられたものになっている。
またフィギュアでは好待遇な機体であった一方で、本機はガンダムユニコーンのアニメの際に登場する予定があったのだが、その役柄がやられ役だったこともあって、固定ファンがついている本機をそんな扱いにはできないということで、結局廃案になっている。その代役としてドーベンウルフの血統を受け継ぐシルババレトが生み出されたのだが、本機は結果的に同機に映像化の機会を奪われてしまったという、いいのか悪いのか複雑なポジションの機体でもあったのだった。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。